つは。どうやら違うようね。連中はもっと年かさの中年男だと聞いたわ。どうしましょう。連中の一味の可能性もありますし、引っ立てましょうか。そうね。けれど逃げる様子もないということは連中とは関係ないのかしら。我々に怯えているのでしょう。そうに決まっています。怯えているというよりは面食らっているようにも見えるのだけれど。何？それはこちらのセリフよ。あなたこそ何者？名を尋ねる前に自分の名を名乗りなさい。は？貴様、カリン様の質問に答えんか。小国を名乗れと言っておるだろうが。姉じゃ、そう威圧しては答えられるものも答えられんぞ。しかしシューラン、こやつが盗賊の一味という可能性もあるのだぞ。そうですよね、カリン様。そう？私には殺気の一つも感じさせないほどの手だれには見えないのだけれど、春蘭はどう？それはまあ確かに。本郷と言ったかしら。ここは陳留、そして私は陳留で獅子をしている者。獅子も知らないの？呆れた。シューラン。獅子というのは町の祭りごとを行い、治安維持に従事し、不審者や狼藉者を捕まえ処罰する務めのことだ。これなら意味はわかるか？またわけのわからんことを。分かっているじゃない。なら今の自分の立場も分かっているわよね。少なくとも十分以上には怪しいわよ。春蘭、引っ立てなさい。はっ。まだ連中の手がかりもあるかもしれないわ。半数は辺りを捜索、残りは一時帰還するわよ。ならもう一度聞く。名前は？では本郷和人、お主の小国は？この国に来た目的は？ここまでどうやって来た？カリン様。ラッチが開かないわね。春蘭。拷問にでもかけましょうか？
当に拉致が開かないわね。あとはこやつの持ち物ですが、この菊の彫刻はなかなか見事なものね。これはあなたが作ったの？お金？その割には見たこともない貨幣だけれど、その日本という国はどこにあるの？貴様、こちらが下手に出ていればのらりくらりとわけのわからんことばかり。なんだと貴様。春蘭、いい加減になさい。でも何？あら、知らない国から来た割にはマナのことは知っているのね。当たり前だ。貴様ごときがカリン様のマナを呼んでみろ。その瞬間、貴様の胴と首は離れているものと思え。そういえばそうね。私の名前は宋猛徳。それから彼女たちは花崗豚と花崗園よ。聞こえなかった？何をバカなことを。それとも貴様、私が父母からいただいた大切な名前を愚弄するつもりか？三国志？なんだそれは。は？どういうこと？どうしてあなたが義という名前を知っているの？カリン様の名を呼び捨てにするでない。しかも義だのなんだの意味不明なことばかり言いよって。春蘭、少し黙っていなさい。はい。信じられないわ。カリン様？義というのはね、私が考えていた国の名前の候補の一つなのよ。は？どういう意味ですか？
まだ春蘭にも秋蘭にも言っていないわ。近いうちには言うつもりだったのだけれど。それをどうして会ったばかりのあなたが知っているの？そして私が名乗ったそう思う徳ではなく、そうという私の名を知っていた理由も説明なさい。まさかこやつ五個の妖術使いでは。カリン様、お下がりください。義の王となるべきお方が妖術使いなどという怪しげな輩に近づいてはなりませぬ。で、結局それはどういうことなのだ？秋蘭、理解できた？ある程度は。しかしにわかには信じがたい話ですな。そのあたりの知識はあるのね。テスト？学校？私塾のこと？なるほど。最低限の学力を平均的に身につけさせるためには悪くない方法ね。文句あるか？おう。はあ？項羽と劉邦といえばはるか昔の人物だぞ。そんな昔の英傑に今の私が会えるものか。何をバカな例えを。なんと。確かにそれならば本郷がカリン様の考えていた義という国の名を知っていたことも説明がつくだろうな。だが貴様はどうやってそんな技を成し遂げたのだ？それこそ五個の妖術ではないか。南下老泉の言葉にこんな話があるわ。南下老泉、宗州が夢を見て蝶となり、蝶として大いに楽しんだ後目が覚める。ただそれが果たして宗州が夢で蝶になっていたのか、蝶が夢を見て宗州になっていたのかは誰にも証明できないの。へえ、大した教養ね。それも学校というやつのおかげかしら。ならばカリン様は我々はこやつの見ている夢の登場人物だとおっしゃるのですか？そうは言っていないわ。けれど
私たちの世界にカズトが迷い込んできたのは事実と考えることもできるということよ。カズトが夢を介してこの世界に迷い込んだのか、こちらにいたカズトが夢の中で未来の話を学んできたのかはわからない。もちろん私たちにもね。要するにどういうことです？カリン様にもわからないが、少なくともここに本郷がいるということだけは事実だということだ。それでわからないなら諦めろ。カリン様にもお分かりにならないことをアネジャが理解しようとしても知恵熱が出るだけだぞ。春蘭、いろいろ難しいことを言ったけれど、この本郷カズトは天の国から来た使いなのだそうよ。なんと、こんな風采の上がらないやつが天の使いなのですか？5個の妖術使いや未来から来たなんていう突拍子もない話をするよりは、そう説明した方が分かりやすくて済むのよ。あなたもこれから自分のことを説明するときは天の国から来たとそう説明なさい。あら、妖術使いと呼ばれて兵に槍で突き殺される方がマシ？さて、大きな疑問が解決したところで、もっと現実的な話をしてよいか、本郷。そうよ。あなた、そいつらの顔を見たのね。少なくとも聞いている情報と外見は一致するわね。顔を見れば見分けはつくかしら。そう。なら私たちの捜査に協力なさい。随分と素直だな。そうでもないわ。あなたが言う未来の知識、うまく使えば私の破業の大きな助けになるでしょう。それにあなたの突拍子もない話を信じる人間もそうはいないはずよ。いい心がけね。なら部屋を準備させましょう。好きに使うといいわ。そうだわ。そういえばカズトのマナを聞いていなかったわね。教えてくれるかしら。あなたの態度次第だけれどね。呼ぶかどうかはまた決めるわ。どういうことだ？なんと。いや、少々予想外だったものでな。ならば貴様は初対面の我々に
いきなりマナを呼ばせることを許していたと、そういうことか？そうなのか。そうならこちらもあなたにマナを預けないと不公平でしょうね。カズト、私のことはカリンと呼んでいいわ。私がいいと言っているのだから構わないわ。あなたたちもいいわね。ちょっと待て！どうしてそこで私を引き合いに出す？それはもちろん首をはね…いや、まあ蹴りくらいで勘弁してやる。春蘭、そういう脅しは慎みなさい。ですがカリン様、こんなどこの馬の骨とも知れぬやつに神聖なるカリン様のマナをお許しになるなど。ならどうするの？春蘭はカズトの名を呼びたいとき、ずっと貴様で通すつもり？あれとか犬とかお前でいいでしょうに。春蘭はどう？承知いたしましたとお答えしましょう。シューラン、お前まで。私はカリン様の決めたことなら従うまでだ。アネジャは違うのか？いや、私だってだな。そうだ、こいつの名前が本当にマナかどうかなどわからぬだろう。そんなつまらない嘘をついているのなら即刻首をはねるまでよ。あなたがマナの意味をどう捉えているのかは知らないけれど、私たちにとってマナというものはそれだけ重いということよ。だからもしその存在を偽っているというなら、今謝るなら100叩きで許してあげましょう。どうする？結構ならこれから私のことはカリンと呼びなさい。いいわね、春蘭も。はあ。